最近彼氏ができました。阪急梅田の化粧品売り場で見かけました。ローション系なんですよね。経験人数は、顔は諦めてるけど、体ナルシストと。皆さん、こんにちは。まるちゃんです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。さて、今回は質問コーナーということで、前回登録者1万人突破記念の時に、Q&A の方をさせていただいたんですけども、本当はその動画の際に今後ちょっとマンスリーで、月に1回程度の、Q&A していこうかなという話をさせていただいてたんですけども、サボっておりましたのではい、ちょっと今月、11月からですね、徐々に月1回できるかな、ちょっと不安なんですけども、頑張って定期的に配信していこうかなと思いますので、今回は再スタートという形で、11月の Q&A やっていきたいなと思います。で、改めまして、この動画のコメントであったり、あと X やインスタのところでですね、質問や、その他コメントも頂戴しまして、本当にありがとうございます。すごい動画作りの励みになっております。で、今回いただいた、質問内容は、過去4ヶ月分ぐらい、はい、ちょっとたまりにたまったものを、いくつか抜粋させていただきまして、およそ20問、はい、お答えさせていこうかなと思います。結構サクサクと答えていこうかなと思っておりますので、最後まで楽しんでいただければなというのと、あとはちょっと今回選ばれなかった方、非常に申し訳ございませんけども、基本的にYouTube の動画のコメントでいただいた質問とかは、私直接返信で入れさせていただいているので、そこで消化していただければなというところを思っております。はい。そうですね。ちょっとジムの後なんで、息上がってるんですけども。はい。じゃあ早速始めていきたいなと思います。スタートです。それじゃあ早速1問目いきたいなと思います。最近彼氏ができました。おすすめのデートコースはありませんか？でもこれだけか。ちょっと情報が少ないな。で、まずは、悔しくても、彼氏さんができたということで、おめでとうございます。ちょっと情報がないんで、もう私の好みとかになっちゃうんですけど、私結構神社仏閣巡りが好きなので、もう自分大阪に住んでるんですけど、京都行ったり、三重行ったりとか、特に京都なんかはいっぱいね、神社仏閣があって、で、その周りとかでも美味しいスイーツとか、たくさんお店があるんで、別にお寺さん、神社さんだけじゃなくても、それ界隈で楽しめる、スポットはあるかなと思うので、なんか神社仏閣とか、その周辺に面白そうなのがある、ね、地域とかだったら行ってもいいんじゃないのかなと思いますけどね。お幸せに。先日、阪急梅田の化粧品売り場で見かけました。何をされてたんですか？見かけたら声かけてほしかったですけど、でもどのタイミングだろう。これいただいたのがちょうど10月中旬だったので、その時はおそらく肌年齢を測定してたと思います。はい。お恥ずかしながら24歳でした。好きなブランドは、何のブランドやろ？服かな？なんやろうな。あんまり服とかにはこだわりのブランドとかはないんですけど、なんか高級ブランドとかは全くなくて、いつも着てるなって思うのは、前もこれ質問コーナーで答えたと思うんですけど、アーバンリサーチとかそんなもんですね。でもなんか最近ちょっと香水また買おうかなと思ってて、いくつか試供品とかを試させていただいた時にセルジュルタンスの香水はいいなと思って先月ぐらいから購入して、でずっと使ってます。さすがに彼氏できたよね？できてません。初めての受けは気持ちよかった？いやだから彼氏できてないんで。最近のおすすめの化粧水はありますか？見えるかな？このエリクシールさんのローション系なんですよね。リフトモイストローション SP ってやつです。この化粧水はたまたまなんかYouTube とかで秋冬のおすすめ化粧水みたいなそのコーナーで紹介されてて、でちょっと使ってみようと思って使ってみたら、意外と保湿力とかも、あとはちょっと結構美容とかにも影響が出てるのかな。効果は自分なりには合ってるなっていうのがあって、でそこから使わせていただいてます。なんかね、ローション系ってあんまり使ってなかったんですよ。ちょうど去年とかはエストのなんとかローションかな使ってて、で値段とかも7、8千ぐらいしたんかな。
まあまあな値段で、でもなんかあんまり自分との相性は良くなくて、保湿力とかもそんなにないなっていうイメージだったんですよ。でもそのおよそ半額ぐらいの値段で、買えるこのエリクシールさんは、あくまで自分の意見ですけど、相性がいいなっていうので使わせていただいてます。はい。一度手に取ってみてください。お久しぶりです。またガチムチ度上がりましたか？ただ太ってるだけです。普段何してる人ですか？こういうちょっと変態 YouTuber もやりながら、仕事ではシステムエンジニアの仕事をしておりまして、であとは、オナニーは大好きな人です。経験人数は、そうですね。自分挿入系はないんですけど、バニラだったら4人ぐらいですかね。興味ある？ナルシストですよね。そうですね。ナルシストなんかな？どうなんやろ。あんだけね、Vlog の動画とか出してたらそう思われちゃうかもしれないんですけど、ナルシストか。もう自分自身顔は自信がないと。もうおへちゃであるっていうので、もう自覚しているんで、だからせめて、ちょっと体は、かっこよくしたいなと。理想のガチムチになりたいなっていう思いがあって、筋トレをしてたりとかもするので、なのでやっぱりその体の変化っていうのが日々実感できるから、嬉しいなっていうので、こう動画に収めたり、写真撮ったりとかしてるので、なので、顔は諦めてるけど、体ナルシストと思っていただければいいんじゃないのかなと思います。ただ他のコメントとかでもお腹出てるよねって言われてるぐらい、理想の体型には全然近づけてないので、体ナルシストですとか言っときながらそんな体型かって思われがちなんですけども、はい、せめて体だけはちょっとナルシストでいさせてください。すいません。最近のおすすめの YouTuber はいますか？ YouTube チャンネルでは、宮崎県公式のちょっとチャンネル名忘れたんですけども、そのチャンネルに出てるボノさんっていう、インスタとかでもね、発信されてる方なんですけども、その方が結構ゲイ受けしそうな、体のでかい、元ラグビーかアメフトかの選手なんですけども、間違ってたらごめんなさい。でもその方の、すごい可愛らしい、ショート動画とかでね、楽しませていただいてます。多分ゲイの方にはめちゃめちゃ好かれてる方かなと思ってますが、私もその一人です。はい、目の保養です。はい。はじめまして、おすすめに出てきてから見させてもらってます。ペブルの同じスピーカー使ってますが、わざとだったらごめんなさい。設置が左右逆のようなスイッチがついてる方が右スピーカーかと。クリエイティブのスピーカーですね。普段 Vlog とかに出てきているスピーカーで、こういうやつなんですけども、そう、これ、ちょっと有線なんで、PC の設置位置に合わせて、このコードが左右で長さ違うんですよ。で、それで、あえて左右逆にしてます。はい。設置上の問題です。計算できないので申し訳ございません。でもこれワイヤレスがあって、ちょっとね、スピーカーがだんだん故障してきてるので、次はワイヤレスに変えて、ちゃんと右左見て設置させていただきます。ご指摘ありがとうございます。バルちゃんのようなプリケツになるためのお尻トレーニングは、ありがとうございます。いいですね。筋トレ質問。ありがとうございます。私は普段は、足のトレーニングは2日に分けてるんですけど、1日目はフィートアップのレッグプレスをやってて、よくインスタとかにね、載せてる、レッグプレスをやってます。で、その後は、カーフレーズ。マシンを使ったカーフレーズを使って、で、その後はレッグエクステンション。で、あとはヒップアブダクションを行ってます。で、2日目は、基本お尻中心のトレーニングで、ダンベルを持ったブルガリアンランジスクワットですね。その後は、デッドリフト。ちょっとこうボトムを意識するようにお尻を反らす感じで、お尻に張らす感じでイメージしてトレーニングしてます。で、あとはヒップアダクションと横向きになって足をくるくる回してっていうので、ちょっとトレーニング名出てこないんですけども、お尻を重点的にっていう日を1日設けてますね。ぜひとも質問者さんね、お尻が大きくなったら DM で写真を送ってください。お願いします。乳首は感じる？これね、もともとは感じなかったんですよ。もっと言うと、のんけの時は感じなくて、でゲイになってから感じるようになりました。のんけの時のオナニーって、もう右手で、スコスコするだけなんですけど、ゲイになってから、こう、右はスコスコ、
で、左は、空いてる手で乳首みたいな感じのオナニーをこんなん聞きたくないとは思うんですけども、それをちょくちょくやるようになって、で、そっからやっぱりこう刺激を与えれば、最初は全然感じなかったんですけども、徐々に感じるようになって、もうちょっと触れただけでもすぐ立ったりしますね。これ本当に聞きたかったことなんかな。大阪のゲイバーには行かれましたか？あ、そうですね。本当直近1ヶ月前ぐらいかなに、1店舗だけ行かせていただきました。で、たまたまその日は、ふんどしイベントだったのかな。で、自分は私服で、ふんどしとかのイベントとか知らなかったんですけども、それ以外の方は、ふんどし姿で目の保養にさせていただきました。その説はありがとうございました。ラルちゃん良い人できた？それがもうできないんです。なんとかならないですかね。次の東京はいつ来られるんですか？ありがとうございます。そうですね。8月末かなに東京に行って、それ以降行きたいなとは思ってたんですけども、行けずじまいですね。ちょっとね、本当は年内、12月までに行きたいなとは思ってるんですけど、ちょっと何分仕事が忙しくて、言い訳なんですけども、行けるかなどうかな。行く際はまた、お世話になりますので、よろしくお願いします。ちょっとね、東京 Vlog を上げようと思ってたんですけども、ちょっと編集の都合上、今、滞っておりまして、近々上げようとは思っておりますので、またご期待いただければなと思います。サウナご一緒できないですか？全然、行きましょう。私なんかでよければ。クリスマスプレゼントは何が欲しい？全く関係ないですが、バル様の好きな海外ドラマは、海外の映画は結構見るんですけど、海外ドラマあんま見てないなと思ってて、で、面白かったなっていうドラマが、韓流なんですけども、未成年裁判っていうドラマ、これは面白かったですね。ネットフリックスとかでも見れるんですけども、あんま内容覚えてないけど、逆に皆さんのおすすめの海外ドラマとかを、コメント欄とかで教えていただけると嬉しいんですけども、海外じゃなくて国内の最近ちょっと好きなドラマで言ったら、アベマか。アベマさんと、あとネットフリックスさんでも出てる、ミスキングっていう、女優のノンさんが出てる、将棋のドラマなんですけども、最近完結したのかな？で、すごい面白くて、毎週楽しみにしてて、全部で7、8話ぐらいあるんですけども、毎週、楽しみにしてたドラマなので、おすすめかなとは思います。ってな感じで、さらっと、質問コーナーは今回で、終了ということなんですけども、いかがだったでしょうか？逆に今自分が、悩みっていうほどではないんですけども、こういう時ってどうしたらいいのかっていうのが自分の中でいくつかあったりしたので、次は皆さんに逆質問みたいなコーナーを設けようかなと思ってまして、それこそ YouTube もそうで X やインスタに自分がいくつかの質問を皆さんに投げますので、それを逆に皆さんに答えていただいて、全部を紹介できるかちょっとわからないですけども、自分の質問に対して出た視聴者のアンサーみたいな企画もやってみたいかなと思ってますので、ご期待いただければなと思います。はい。ということで本日の動画は以上です。バイバーイ。